おはようございます。今私は小豆畑に来ています。小豆は5月の末ですね、一番最後に植え付けを行った作物です。赤い実ですね、あんこの原料となる小豆なんですけど、やっとねこう芽が出てきて、ちょっと大きくなってきたかなっていう感じです。小豆はそもそも収穫が9月の下旬とか10月とか、だいたいそのくらい。植えるのも遅いですし、収穫するのも遅いので、まだまだ小さい状態なんですけど、これからこの小豆畑の管理作業を行っていきます。はい、こんな感じでめちゃくちゃ緑になりました。2粒ずつ植えているので、これね、全部2粒ずつ植わさってます。可愛いでしょう。小豆はめちゃくちゃ発芽率がいいです。もう 150% とか 200% あるんじゃないかっていうくらい、別にその年植えていなくても小豆を収穫した畑の次の年は芋なんですけど、その芋畑にもちょこちょこ生えてくらい、本当にね発芽率がいいです。なのですごく綺麗に生え揃ってます。ここはそんなにひどくないですが、ちょっとねちっちゃい雑草が生えたり、こっちにもねちょっと生えたりしてます。本当にちっちゃいはちっちゃいですけど、こんな感じでちょこちょこ雑草が出てきました。かなりねこう見ると小さめではありますが、ちょこちょこ雑草が出てきましたね。まだちっちゃいからって油断していると、雑草ってあっという間に大きくなってしまうんですよね。さっきは 1,2 個でしたけど、こことかぴょんぴょんぴょんってすごいいっぱい生えてきてます。これは雑草です。まだね、まだ可愛い雑草ではありますけど、これがねもうあと1週間もすれば大きくなって、本当にどんどん小豆を越してしまいます。ということで今回は管理作業でもトラクターで草刈るちという機械を使ってこの雑草対策を行っていこうと思います。雑草対策っていうか草取りですね。はい、それを行っていきます。こちらが今回使用するカルチベーターという機械です。カルチベーターは土を耕しながら雑草を根から引き抜いたり、土の中に埋めたりして除草を行う機械です。いくつもの作業部品が取り付けられていて、それぞれ役割が異なります。小さな雑草を取り除くものや、土を砕いて柔らかくするものなど、それぞれの部品が役割を分担しながら作業を進めていきます。作業機が真ん中をしっかり通るように、中心がずれないよう少しずつ微調整しながら進めていきます。はい、おはようございます。昨日、多分カルチのドローンの映像で終わっているかと思うんですけど、昨日なんとですね、ドローン撮影をしている時にトラクターにドローンをぶつけてしまいまして壊れました。
なので切り替えて次の日の撮影です。はい、ドローンはね修理に昨日出してきました。結構トラクターの近くをこう回ってたのでちょっと油断してぶつけてしまったそうです。ということで昨日の小豆畑は終わってまた違う小豆畑にやってきました。実はここ今まで動画にしたことのない、新しいというか、前から借りている畑なんですけども、初めて動画でお出しする畑になります。というのも、ここに見えてるのは雑草ですね。一応ですね今年この畑小豆を植えたんですが、ここの畑めちゃくちゃひどくってすんごいぬかるむんです。というのももういつの話かわからないんですけど、めちゃくちゃ前に石を抜いてるんですね。そう私の動画ではこう石の多い畑がいっぱい映っていると思うんですけど、ここは逆に石がない畑なんです。といっても石を抜いたくせに石がある畑でもあります。ややこしいんですけど、はい、そんな感じでここは石がなさすぎてめちゃくちゃぬかるみます。なのでここら辺多分すごいここは雑草ありますけど奥の方とかだいぶ茶色く見えるかと思いますが、小豆を植えているのに生えてきていません。というねかなり状況が悪い畑で、これまで、作物も全然植えてませんでした。数年前はデントコーンって言われる牛が食べる飼料をね育ててたりもしたんですけど、本当にぬかるむので全然収穫ができないようなそんな畑です。ただねもったいないはもったいないんですよね。なるべくここでも作物を作れるようにしていきたいということで今年は初めて小豆を植えてみました。ということでね、カルチの作業にはなるんですけど、まずねそもそもここの畑どれだけひどいのかっていうのを皆さんにお見せしようと思います。はい、ということで石を抜いたが石がある畑ルームツアーです。ここら辺は水が溜まりやすいです。なのでそもそも小豆は植えていません。奥までねずっと広がっているんですけど、この茶色いところは堆肥を去年置いていました。去年まではね本当にこの畑使っていなかったので堆肥置き場として堆肥を置いてました。ずっと置いていたのでその堆肥を置いたせいでちょっと酸欠気味なんですね。なので、ここが特にひどいんですけど、この奥もね茶色い感じに見えるかと思いますが、ここら辺は酸欠で全然小豆が生えてません。はい、昨日の畑の様子と多分だいぶ違うと思います。ちらほら生えてますが生えてないところもあったりだとか、はい、場所によるとは思うんですけど、ここら辺とかはね全く生えてないです。なので特に酸素不足なんだと思います。今ね鍛冶職人がカルチをかけてて、そっちにねトラクターがあるんですけど、そっちはめちゃくちゃ生えてます。ただそっちは水が溜まりやすい。ここは溜まりにくいんですけど、去年堆肥置き場としてお貸ししてたので酸欠状態でそもそも生えてこない。で今ハイエースが止まってるんですけど、そっち側に行くと、すごい茶色い部分ありますよね。そことかはもうぬかるんで雨が降ると畑が入れないような状態になります。今は全然雨が降ってないので問題ないんですけど、もう一回雨が降ると全然畑に入れたもんじゃない畑なんです。ここは本当にひどくて、なので私も今回これからカルチをかけるんですけど、この畑にちゃんと足を踏み入れたのは初めてです。奥の方にやってきました。こっちに来るとだいぶ緑になってますよね。っていうかめちゃくちゃ雑草ひどいけど、イネ科の雑草が
はい、さっきのところと比べるとめちゃくちゃ生えてます。ここら辺はそう堆肥を置いてなかったので大丈夫なんですが、今のところ大丈夫なんですが、雨が降るともうぐちゃぐちゃになってしまいます。今のところ生育は順調そうなので、小豆が生えている場所はカルチをかけていきます。ただこの畑は雑草の根が機械に絡まりやすいため、まずは新香詰めだけを使って作業を進めます。新香詰めは畝の間に入って土をほぐし、通気性を良くしたり、地温を上げたりする役割があります。そして畑の奥へ進んでいくと、石を取っているはずなのになぜかまた石がたくさん出てきます。その度に石を拾い集めなければならず、なかなか手のかかる畑です。とりあえず1回走りました。1回目はこの新香詰めだけを入れてたんですけど、今度はこの新香詰めを外して他のやつ下ろして走ります。っていうのもここにねすごい根っことか土が溜まっちゃって大変なことになるので、とりあえずねここの畑は1回目は新香詰めだけ入れて、2回目で他のやつを下ろして走るっていう感じになります。2回目は最初にカルチをかけた畑と同じように新香詰めだけは外した状態で走っていきます。この畑は小豆が生えているところにも雑草が結構生えているので管理が少し大変です。はい、おはようございます。今日は7月の15日です。前回ねカルチをかけた畑にやってきました。軽く紹介していると思うんですけど、ここは耕作放棄地と言われるような、もう作物が作れないようなね状態の畑なんですけど、今年はねここに小豆を植えてます。でこの前3日前に雨がね結構降りました。最近はね結構ジメジメしてて雨がちょこちょこ降ったりしているんですけど、耕作放棄地ということでかなりね水が溜まってます。はい、今ですね畑の入り口の方から見ているんですけど、こんな感じで大きい水たまりができてます。こっちがね他の農家さんとの通路になっていて、こっちからこう入って自分の畑になるんですけど、本当はこんなにね水たまりがなければもっと手前から植え付けができるんですけど、ここにねかなり大きな水たまりがあるので、小豆はね結構距離を置いて今見えている緑の部分ですね、あそこから植え付けを行ってます。前回のカルチからだいぶ時間が経ったので遠くからですがかなり大きくなりました。ただどうしてもねこう見てみると右側の方ですね、手前は剥げてます。なのでねうまく育ってません。もうね雨が降ってから3日経っていてこんな感じです。普通の畑であれば大雨が降ってもね2日とか間隔を空ければもう畑に入れるんですけど、ここはかなり水たまりが残っている状態なので雨が降ってから10日くらいは入れないんじゃないかなと思います。なので本当はこの後ね小豆の培土を行うんですけど、トラクターで入れないのでちょっとしばらくお休みです。はい、長靴を履いてきました。うわーすごい、こんな感じ、ぐっちゃぐちゃでしょ。人間の足でこれならトラクターはもうとんでもないことになります。なのでトラクターで入ることはできないんですけど、追肥はねドローンで行うことができるので、今回はドローンを使用して尿素を撒いていこうかと思います。はい、ということで今回はドローンを使って尿素を撒いていくんですけど、まずはルートマッピングを行います。こうドローンをね高く飛ばして、上から写真を撮ることで実際にどこまで作物が植わさっているのかっていうのを把握して、それからどの範囲を散布するのか設定を行っていきます。通常の畑であればもうきっちりねこう端から端まで植わさってるんですけど、今回みたいにこの耕作放棄地はその今見えてる部分がもう剥げてしまって植わさってなくって、そこにも尿素を撒いてしまうともったいないので、
まずルートマッピングで上から確認して、実際にどこまで巻けるかなっていうのを範囲を設定してから散歩を行っていきます。よいしょ。はい、ということで今回はこの農業用ドローン DJI アグラス T70P を使って尿素を撒いていこうと思います。まずは機体のアームを広げ、送信機の電源を入れます。その後、機体のバッテリーの電源を入れて、準備を進めていきます。でまず最初にルートマッピングやっていくんですけど、このね送信機の方でどこからどこまでを撮影するのかなっていうのを今設定しました。で設定するとエリアルートっていうね、こう全体を撮影するのか、それとも境界ルートっていう外周だけ撮影をするのか、どっちか選択することができます。で今回はこうさっきもね言ったように中の方入っていなかったりもするので、エリアルートの方全体を撮影する方でやっていこうと思います。はい、それじゃあ準備ができたので、まずルートマッピングからやっていこうと思います。ルートマッピング中の送信機の画面はこんな感じです。赤いアイコンがドローンを示していて、今どこを飛んでいるのかが一目でわかります。画面を切り替えるとドローンのカメラ映像に切り替わり、手動で操作する際も周囲の状況を確認しながら安全に飛行できます。はい、今ねルートマッピング終わりました。撮影終わったんですけど、送信機の方で処理するのに少し時間がかかるので、今のうちにね尿素を入れていこうかなと思います。ドローンでの撮影はあっという間に終わります。その後は送信機で撮影データを処理します。今回は補助の境界だけではなくエリア全体を撮影したため、処理に少し時間はかかりました。ただその間に肥料の準備などをしていればあっという間に完了します。今ね無事にルートマッピング終わったので飛行計画をしました。今回はねその小豆の生えてないところがあるので、いつもだいたい綺麗な形の補助なんですけど、今日はねガクッと変な形をしてます。で今回散布量が、1ヘクタールあたり72キロの飛行速度が31.4キロで、農作物からの高さが5メートル、散布幅が5.79メートルということで、ちょっと高めに少し狭めにやっていこうと思います。はい、それじゃあやっていきます。散布中の送信機の画面がこちらです。
現在の飛行速度や高度、散布量などがリアルタイムで表示されています。散布が完了した場合やタンクが空になった場合、さらにバッテリー残量が 30% を下回ると自動で離陸地点まで帰還してくれます。はい、ということで尿素巻き終わりました。はい、で次はね培土を行います。ちょっとまだこの畑は入れないんですけど、他の小豆畑は入れるので、まずそっちからやっていこうと思います。とりあえずねドローンはこれで終了です。お疲れ様でした。また違う小豆畑にやってきました。ここはね一番最初にカルチをかけていた畑なんですけど、もうカルチも何回かかけて追肥を行ったり母樹を行ったりしていて、もうね小豆も結構大きくなってきました。なので今回はですねこちらの作業機を使って培土を行っていこうと思います。はいはい、虫蜂、あすごい蜂だ、すごい。今回使う機械はこちらです。同じねカルチの時と同じ機械ではあるんですけど、このつける部品がちょっと変わってます。カルチかける時はねもっと銀色のなんか箸みたいに細長いやつとかついてたりしたんですけど、後ろにカゴがついてたりしたんですけど、今回は本当に畝を作っていくっていう感じなので、割とねガラッと変わっているかなと思います。今ついているのが、トラクターの方から柳刃、そして進行詰め、そして培土バネになってます。この進行詰めで土をほぐいてあげて、それを今度この培土場で、きれいに山にしていくっていう感じです。はい。そして小豆はですね結構大きくなりました。もう本当に大きくなったね。最初カルチかけた時はこんくらいとかかな、端っこなのでちっちゃいですが、最初カルチかけた時はこんな感じでした。大きくなりましたね。今はねこんな感じでまだ畝が塞がっていませんが、これももうあっという間に塞がると思います。最近ね割とね雨が降るんですよ。この前ね多分耕作放棄地をドローンで尿素撒いたところで終わってると思うんですけど、あの日の夜かなに雨が降りまして、でまたね一日休みを得て今日培土っていう感じです。なのでね7月の割には結構雨が降っていて、でやっと最近暑くなってきたのでかなりジメッとしてます。とりあえず畑に入れるかなとは思うんですけど、もしかしたらやばいところもあるかもしれないので様子を見つつやっていこうと思います。うわー、ここはやばい。ギヤー、うんち汁。今畑の端っこで右側に堆肥がね置いてあります。これは収穫が終わった後に散布する予定なんですけど、今そのね汁がねこっちに流れ込んできているのでちょっと避けてから培土し始めます。汚な。結構まだ土が乾いてる感じじゃないですね。粘っこい感じがする。あんまりね土乾いてないとダマになっちゃうので、こことかね日陰だしな、乾いてなさそうだよね。ここがねちょっとね畑が変な形してるんですけど、そこからかけようかなと思います。とりあえず
はい、バイドですね、順調に進んでいます。ちょっとやっぱりね、まだ土が乾ききっていないので、結構ねダマになっちゃっています。本当はねしっかり乾いてからやりたいところではあるんですけど、もう結構葉っぱも大きくなってきて、これからどんどんね実がついてくるんですけど、そうなってくると、今度は小豆を倒したりとか潰しやすくなってしまうので、ちょっとねもう早急にバイドを行ってます。ここがまだかけてないところです。ちょっと見づらいけど本当に平らなのが伝わるでしょうか。ここバイドしたてのところです。ちょっとねもうね葉っぱが大きくなってきちゃうので、なかなかバイドの様子を撮るのが難しいんですけど、実際にかけたみたいなところを見るとこんな感じで、まあちょっとね湿ってるのでまとまりが悪いかもしれませんが、こうしっかりね根元に土が寄って山になっています。コンバインって言われるんですけど、刈り取る機械があるんですね。でそれがなんて言うんだろう、こう平らに均等にこう刈ってってくれるんですけど、このバイドをすることでそのバイドをした高さのところから刈り取ることができます。バイドをしないとかなり地面に近い状態のところを刈っていかなきゃいけないので、こう誤ってねこう石に当たってしまって、こう石がコンバインに入るとまた壊れる原因になってしまったりとかするので、そういうのを防いでくれると。できるだけそのバイドして地面スレスレじゃなくて高いところで刈れるようにしてます。とりあえずですね、小豆の管理作業はこんな感じでバイドをして、であとはもう畑にトラクターで入ることはめったにないかな。ボージョでちょこちょこ入るかもしれませんが、基本的にドローンで散歩を行っていく形になるかと思います。なんか久々に風があって気持ちいい。今日は30度いかないくらいだったかな、27度くらいだった気がしますが、こうやって歩いてるだけでも頭皮から汗が出てきます。暑い。北海道は梅雨がないので今のところ、で去年はすごい雨が降らなくて大変だったんですけど、今年はね最近ちょこちょこ雨が降ってまた降る予定だったかな。なのでできる限りね、畑がパサパサになってほしいは欲しいんですけど、待ってるとまた雨が降ってきてしまうので、畑に入れる時に畑に入って作業を進めています。ということで引き続きやっていきます。頑張ります。おはようございます。今日は7月の25日です。今日の夜にね動画が上がっているかと思います。無事に、前回の畑バイドが終わって、今は追肥とカルチを行った耕作放棄地の畑に来ています。で本当はこちらの畑をねバイドを行う予定だったんですけど、こんな感じで未だに水たまりがなくなっていません。なのでねちょっと畑に入るのが厳しいかなという状況です。順調に水が引いてくれれば畑に入れる予定だったんですけど、本当にね最近はちょこちょこ雨が降るので、なかなかねこうカラッとした日が続かなくて畑に入れる状態ではありません。なのでバイドはね諦めようかなと思います。しょうがないですね。ということでここの畑はちょっとバイドできないんですけど、収穫もねどうなるか分かりませんけども、今後もね引き続き管理作業を進めていこうと思います。
ね、6月になってから作物ごとに管理作業を進めてきたんですけど、2ヶ月経ってもう少しでトウモロコシだったりかぼちゃの収穫も始まります。そういった様子もねまた動画にしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。